皆さんこんにちは、 D ゲールです。ついに本日 PS5 のコントローラーのデザインと機能が公式発表されました。やっと来ましたね。コントローラーのデザインいつ発表するんだってずっと待っていた方いらっしゃると思いますが、今回公式発表されましたよ。今まではいろいろね、特許画像なんかが出ていたので、それ通りになるかっていうところにも注目して見ていきたいと思います。そしてですね、公式発表されたコントローラーの画像ってちょっと解像度が低かったので、高解像度化して今回はね、皆さんにお届けしていきたいと思います。それでは早速、今回発表されたコントローラーのデザインはこちら。こちらが PS5 の製品版コントローラーのデザインになります。どうですか皆さん、これ未来的なデザインじゃないですか。自分も最初見た時ここまで斬新なデザインだとはねちょっと思ってなかったので、正直今までのコントローラーとそんなに変わらないだろうと思っていたので、あまりの変貌ぶりにちょっとねびっくりしましたよ。しかもこれ名称はですね、デュアルショック5ではなくてデュアルセンスっていうね新しい名前に変わるみたいです。ここまで見た目が変わっていたら確かに新しい名前でもいいかもしれませんね。まずパッと見て一番最初に目につくのは、色が単色ではなくて2色採用されているというところではないでしょうか。上の方がねこう覆っているような部分が白くなっていて、内側の部分が黒くなっているという2色に塗り分けられております。ただね、これに関してはちょっと白は色移りがしやすかったり黄ばみが目立ったりしやすいという意見もあるので、できれば他の色なんかもね同時販売してほしいところではありますが、別の色を同時販売するかというのはまだね今回の発表では触れられておりません。そしてよくよく見るとボタンの色がなくなっているというところもデュアルショック4とは違うところだと思います。ちょっと色がないと寂しいような感じはしますよね。もちろんどっちでもいいっていう方もいらっしゃるとは思いますが、なんでここの色をなくしたんだろうっていうのをちょっと考えた時に、横から見た画像がこちらになるんですけども、よくよく見たらですね、ボタンが透明になっているように見えますよね。なのでもしかしたら後ろからこうライトを照らしたりしたらボタンの色が変わったりするのかもしれませんし、単純に透明になっているだけなのかもしれませんが、このパーツはおそらくクリアパーツだと思われます。そしてここからは機能面の話をしていきますと、デュアルセンスはマイクを内蔵しているということが公式発表されました。本当に内蔵されましたね。こちら特許の方でですねマイクがつくんじゃないかっていう話は以前からお伝えしていましたが、今回公式発表されました。ヘッドセットなしでこれでボイスチャットがね可能になるということも合わせて説明されております。もちろんですね、普段はヘッドセットしながらやるっていう方もいらっしゃるとは思いますが、ヘッドセットをね使う気がなかったんだけど、とっさにちょっとねこう声でコミュニケーションを取りたいっていう時なんかに便利な機能だと思いますので、これは結構朗報なのではないでしょうか。そしてデュアルショック4に搭載されていたシェアボタンは名前がクリエイトボタンという風に変更されました。この PS4 の時にやっぱりこのシェアボタン相当多機能ですごかったですよね。生放送する機能がついていたりだとか、録画したりだとか、あとはねシェアプレイで他の友達なんかと一緒に同じゲームができたりだとか、相当この3つが画期的な機能だったと思います。でこれに関してですね、クリエイトボタンっていう名前が変わったことでこれらの機能がね失われてしまうのかっていう話なんですけども、これに関してね公式発表がありまして、まずご自身のゲームプレイをもとにコンテンツを作成と書いているので、おそらく録画機能と編集機能あるんだと思います。そして全世界に向けて共有したりと書いていますので、こちらに関しては生放送のことだと思いますし、そして仲間内でお楽しみいただくと書いていますので、これはシェア機能があるんだと思います。そしてそれらがですね、新しい手段を再び開拓していきますとも表現されているんですよ。つまりこの3つの機能がさらに進化するんじゃないかっていう話なんですよ。いやこれ楽しみですね。これに関しては詳細は後日発表ということなので、今回は持ち越しとなってしまいましたが、皆さんはもしですねこの3つの機能が進化するとしたらどんな風に進化すると思いますか？自分はですね録画する時の 4K 解像度対応してたらいいなと思ってて、 PS4 Pro でもフル HD が限界なのでちょっとここね密かに期待しております。そしてシェアファクトリーに関してはですね、機能がさらに向上したらいいと思ってて、もちろんパソコンがなくても録画ができて編集できるっていうそれだけでもすごいんですけども、やっぱりシェアファクトリーではできない編集ってたくさんありますから、その辺が強化されたりしたらね、よりパソコンがない人でもレベルの高い動画を作って、YouTube にアップなんかもねできるようになると思いますので、そこは期待しております。ただ生放送とシェアプレイに関してはこれ以上進化しようがない気もしますが、皆さんはどう思いますか？もしシェア機能と生放送の機能が進化するとしたら、どんな風にね進化するかっていう予想なんかを教えていただければありがたいです。
そしてデュアルセンスの最大の強みといえばやはりゲーム内に入り込んだかのような表現力豊かな感触を伝えるハプティックフィードバックの搭載だと思います。以前お伝えした通り PS5 のコントローラーはまず L2 ボタン R2 ボタンがアダプティブトリガーになっていますので、握る感触なんかが実際にこう伝わってくる、実際に握っているような感触が得られるっていうところがまず1つ目。そして2つ目のポイントは細かい振動機能によって実際に触れているかのような食感を感じることができるというのがこのコントローラーの強みだと思います。今回新たに発表された表現としては、車が泥道を走る時なんかに重いずっしりとしたような感触がコントローラーから手に伝わってくるというね言い方をされていますので、レースゲームだとか車が出てくるゲームをする時なんかは特にその辺体感できそうですね。これに関しては詳しく別動画ですでに紹介しています。固定コメント欄の方に URL 貼っておきますので、よろしかったらまだご覧になっていない方はそちらご覧いただければと思います。次はデュアルセンスと他のコントローラーを比べていきたいと思います。まずはデュアルショック4と比べた画像がこちら。このようにして比較してみると全然デザインが違うということがはっきりわかりますよね。これはですね、ちなみに大きさに関してはボタンの大きさを揃えて、比較してみた図になりますので、このサイズ比が、そのままとは限りませんが、おそらくこんな感じになるんじゃないかなと思います。ボタンの大きさが同じと仮定すると本体はちょっとね大きくなるんじゃないかという感じになりますね。デザインに関してはデュアルショック4よりも Xbox のコントローラーとか Nintendo Switch のプロコンなんかに似てると思います。ちなみにこちらが PS4 のコントローラーデュアルショック4と Xbox One のコントローラーを並べて比較した画像となっておりまして、Xbox One のコントローラーの方が少し、一回り大きいようなイメージでしたが、今回ねこのデュアルセンスと Xbox シリーズ X のコントローラーを、仮想としてちょっとね比べてみますと、この大きさになるとは限らないんですけども、おそらくですね、本体の胴の部分は Xbox SX のコントローラーの方が大きくて、で握るグリップのですね、下の部分、この部分は PS5 の方が長くなるんじゃないかと予想されております。 Xbox の方のコントローラーは結構ね定評がありますので、それと比べてデュアルセンスがどうなるかっていうところがちょっとね実際に握ってみないと分かりませんが、注目しております。次はデュアルショック4とデュアルセンスを横から見て比較した画像となっております。公式発表された文面を見てみると、デュアルショック4からですね、トリガーの角度が変わっているそうです。デュアルショック4のコントローラーも相当使いやすいとは思うんですけども、ちょっと不満を挙げるのであれば L ボタンと R ボタンの、トリガーの部分がちょっと押し込みづらいかなっていうのは感じたことありますので、そこが改善されていたらね個人的にはいいかなと思ってまして、あとは握りやすさ、グリップなんかも細かな調整が加わっているみたいです。ただちょっと気になるのが、このようにですね本体の厚みを見てみると結構厚くなっているように見えるんですよ。で公式発表されている文面を見ると、一応ですね握った時に厚みを感じさせないように設計されているとは言われていますが、正直ここまではっきり厚いとちょっと感じてしまうんじゃないかなというところが不安点ではあります。そしてコントローラー上部にあったライトバーは廃止されました。でもちょっと気になるのが PS5 で PSVR って使用できるって発表されてますが、 PSVR はですねこの上部のライトバーでコントローラーの位置を把握してるはずなので、デュアルセンスにそれがないっていうことになると、どうやって PSVR を使う時にコントローラーの位置を認識するかっていうところが疑問点ですね。ちなみにデュアルセンスのライトバーは前方の両脇に2つ配置されております。デュアルショック4の時もね、新しいコントローラーになってからは前面にライトバーありましたけども、今回両脇に備わるということなので、もしかしたらこのね2つのライトバーの色分けなんかをすることで、敵と自分の例えば HP の状態を同時に表すとか、そういうことができるのかもしれませんね。次はコントローラーの稼働時間についてです。デュアルショック4の稼働時間は、約6時間というふうに言われていたんですけども、今回のこのデュアルセンスは、デュアルショック4より稼働時間が長くなっているとのことです。ただ具体的に何時間っていう風な発表はしなかったので、稼働時間に関してはそこまで大した進化はしないのかもしれませんね。ちなみに端子に関しては以前お伝えはしましたが、タイプ C となっていますので、マイクロ USB のようにですね、上下に方向があるというものではありません。なので
で差し込み口をですね、確認しなくても、どっち向きに刺しても大丈夫というところはいいポイントだと思います。ただですね、オプションボタンに関しては、配置はあまり変わっていませんね。正直オプションボタンって使う頻度の割には結構、押しにくい位置にあると個人的には思いますので、もう少し下でもいいかなと思いましたが、それだと誤操作につながるかもしれませんので、このままになったのかもしれませんね。ちなみに今回詳しくは言及されておりませんが、タッチパッドもデュアルショック4同様、しっかり搭載されております。ただどうですかね、正直言って PS4 の世代の時ってタッチパッドをうまく活かしてるゲームって少なかった印象があるんですよ。せっかくタッチパッドって押す押さないだけじゃなくて、スワイプも認識したりだとか、どの部分を押すかっていう押し分けまでできるのに、活かせるゲームが少なかったっていうのがあって、Xbox のコントローラーの方がタッチパッドないので、サードパーティー製のゲームはあまり利用できないっていうところはあるのかもしれませんが、できればね、せめて SIE が出すゲームなんかはもう少しタッチパッドを有効活用できるような、ゲームが出ることを願っております。そしてちょっと気になったのが PS ホームボタンがですね PS マークになってるっぽいんですよ。おそらくこれが PS ホームボタンだと思います。で、下のボタンはさっきの説明を聞く限りは、ボイスチャットの開始ボタン、クイックボタンなのかもしれませんが、あれはどうですかね、特許申請でボイスアシスタントがあるかもしれないっていう話を前回しましたが、今回それについての発表はありませんでした。さらに背面の画像に関しても非公開になっていますので、どうなんですかね、これは背面ボタンが搭載されていないことを意味するのか、それとも隠し玉として用意されているのかっていうところが気になります。ということで、いかがだったでしょうか。とりあえずは今回ついにコントローラーのデザインが判明したということで、かなり未来的だったので衝撃を受けた方も多いのではないでしょうか。ぜひ皆さんはね、これどう思ったのか、そしてコントローラーの機能についてもどう思ったのかっていう感想なんかをコメント欄からいただければありがたいです。それ以外にも本体のデザインだとか、そしてまだ発表していない機能なんかも多数あるみたいなので、それらはまた後日発表していくとのことです。いやー、楽しみになってきましたね。こんな風にコントローラーのデザインとかを発表会ではなくて、さらっとネット上で発表するのであれば、もしかしたら本体デザインなんかも急に発表されたりするのかもしれませんね。また何か情報ありましたら簡単に分かりやすくまとめて紹介していきますので、よろしかったらチャンネル登録お願いします。それではご視聴ありがとうございました。